Hi besties! ギャル日本語へようこそ。こんにちは。はじめましての方、はじめまして。キティです。このギャル日本語では、日本語を勉強している方や日本について興味のある方向けに、ギャルの私、キティが日常のことや気になる話題、流行り、日本の文化などをポッドキャストや Vlog で話していく中で、教科書にはない日本語のスラングや会話表現の意味も解説する動画を発信しています。前回の1本目の動画はたくさんの方に見ていただいて、そしてチャンネル登録、いいね、コメントもしてくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、今回はポッドキャスト形式の Japanese Podcast with a Girl のエピソード1、テーマは夏休みについてでお話ししていきたいと思います。エピソード1は何にしようかなってずっと考えてたんだけど、ちょうどこの撮影日が8月の31日で、もう日本では夏休みが終わるということで、今回は日本の夏休みについてキティの体験談や思い出を振り返りながら日本の夏休みの文化をシェアしていきたいと思います。はい、ではまず日本の夏休みはだいたい小学生、中学生、高校生、大学生、社会人で大きく3パターンあって、それぞれ期間がねちょっとずつ違います。じゃあまず小中高生ごめん、もう略したんだけど、小学生、中学生、高校生のことは今から小中高生って略して話しますね。で、まず小中高生の夏休みはだいたい7月の後半から8月の終わりまでで、だいたい1ヶ月ちょっとくらいのところが多いです。これは地域によって変わります。で、大学は8月から9月中旬か末日までのところが多くって、だいたい約2ヶ月くらいです。で、最後、社会人ね。これが本当に恐ろしい話なんだけど、ないです。どういうことって感じですよね。そう、怖いよね。でも正確に言うと、お盆っていう時期が、夏の風習がね、日本には8月の中旬にあって、その期間勤めてる会社が休業するところだったら、だいたい4日から、有給を使えば最大10日くらいの夏休みは取れます。これは自分が勤める会社によって変わるから、ないところはマジで夏休みはないです。ちなみにキティは販売職だったから、お盆もがっつり働いてました。なので夏休みはなかったです。はい、てな感じでそれぞれの夏休み期間は、こんな感じです。どうかな？みんなの国はもっと長い？短い？ぜひコメント欄で教えてください。はい。で、ここからは具体的な夏休みの過ごし方についてお話ししていきたいんだけど、やっぱりキティ的に一番夏休みらしい思い出がいっぱい詰まってるのは小中高時代なの。だから今からは小中高の学生時代のエモい夏休みの思い出を振り返りつつ、主に日本の学生の夏休みの過ごし方についてお話ししていきますね。で、まず日本の学生の夏休みの大まかなイメージなんだけど、アニメとか学園ものの漫画が好きな方はもしかしたら想像しやすいかもなんだけど、まさにあんな感じです。多少ね、ちょっと持ってるというかリア充すぎるところはあるかもしれないんだけど、全体的なイメージとしては合ってます。ドラえもんや学園系のアニメだったらハイキューとかね。あとは、これちょっと話がそれるんだけど、個人的に日本の文化を知る上ですごくおすすめなのは、あたしんちっていうアニメがあるんだけど、それがすごくおすすめです。YouTube で見ることができます。個人的に今、あたしんちはね、すごく日本のすべてがリアルに描かれているし、日本語も勉強しやすいので、とってもおすすめです。ぜひ見てみてください。今多分夏休み特集みたいなエピソード
もう上がってると思うから、ぜひそれも見てみてください。はい、てな感じで、そんな感じのイメージの夏休みを送ってたんですが、まず、日本の、学生の夏休みといえば、宿題がめちゃめちゃ多いです。マジでキャパいって感じの量で、もう夏休ませる気なくないみたいなくらいの量なんだけど、例えばさっき言ったドラえもんだと、主人公ののび太くんが8月の31日にドラえもん助けてって泣きながら、全部のね、宿題をこうやって急いで終わらせてるシーンとか、見たことある方いるかな？あれマジだから、本当に。夏休みが始まった頃は、もうね、気合い入れて、すぐに宿題終わらせようって思うんだけど、結局最後の数日まで残してて、もう泣きながら宿題終わらせるのは日本人あるあるです。で、どんな宿題が出るかっていうと、これがもう、マジえぐい量の宿題で、参考程度に、これ私がね、英語の勉強で使ってる English Grammar in Use っていう本なんだけど、このくらいのね、厚さのドリルが数冊と、読書感想文、作文、ポスター、書道、自由研究、絵日記とかって言ってもやばくない？そう。で、これが小中学生の宿題で、高校は学校によって変わるかもしれないけど、キティの通ってた高校はひたすらこのくらいのドリルが大量にありました。やばいね。超思い出した。もう絶対やりたくないの。はい、てな感じで、ちょっと思い出したくない宿題の話はここまでにして、もちろんね、勉強も大変だったんだけど、楽しい思い出もいっぱいあります。はい。平日は、友達と遊んだり、で、塾に入ってる子は塾、それから部活に入ってる子は部活みたいな感じで過ごすことが多くて、で、中高は特に部活ガチで頑張ってる子が多い時期だから、大抵の子は毎日部活に行ってたと思います。で、キティは帰宅部だったから、ちょっとひたすら友達と遊んで、海行って、プール行ってってしてました。日本では夏の間だけ、夏休みの間だけ、海開きとそれから屋外プールが使えるっていうシステムが多いので、それでたくさん行ってました。で、海開きっていうのは、日本はね、島国だから一年中海はあるんですけど、その夏休みの期間だけは、着替えれる場所が設置されたり、あとね、屋台があったり、ちゃんと海で安全に泳げてるか監視員の方がいたりっていう感じでやるのが海開きで、すごく楽しく安全に海で泳げるみたいな期間ですね、海開きの期間は。単純にあとはね、夏じゃないと海入ったらほんと寒いから、沖縄以外は。そんな感じです。それが海開きです。はい。で、そんな感じで、地獄の宿題以外は、普段の土日がずっとあるみたいな感じで過ごしてました。で、ちなみに、高校3年生は大学に入る前の受験生って言われる年だから、受験のために夏休みは勉強に費やしたり、大学とか就職が決まってる子は車のね、免許を取りに行くっていう過ごし方もしてました。そんな感じで普段は過ごして、最初に言ってたお盆の時期ですね。あの時期は結構イベントごと、日本の夏を象徴する花火大会にお祭りが各地で開催されるので、みんなそれに大体行きます。で、まず小学生の時は家族と行くことが多いです。キティもその時期は家族と行ってました。小さい時は、ジンベエを着て行って、で、ジンベエっていうのは夏用の和装のことで、日本では夏祭りに子供や男の人が来ます。なのでそのジンベエをね、着て行って、屋台で食べるかき氷がめっちゃ好きでした。かき氷の画像をちょっとここら辺に載せますね。で、これが余談なんだけど、こうやってかき氷っていちご味とかメロン味とかって言って上にね、かかってるシロップの色が違くって、で、キティはいつもいちご味を頼んでたの。だけど、これ、大人になって知ったんだけど、これはね、全部味が一緒らしいです。
そう、目のね、錯覚を利用して味が違う風に思い込ませるだけで、本当は味はすべて一緒らしいです。びっくりだよね。面白いよね。だからみんなもぜひ日本の夏祭りに来たら、屋台でかき氷を買って食べ比べてみてください。いや、本当に味全然違く感じるから、一緒なのにね。はい。で、次は、中高生ですね。中高生になったら、今度はお友達か好き人行くことが多いです。もうこれね、思い出すだけでもエモいね。エモい。浴衣着て、プリ取って、今、会話の中で出てきたプリっていうのは、日本のゲームセンターの中にある写真を撮れる機械のことをプリントクラブって言うんだけど、それを略したのがプリクラで、またそれを略した言葉がプリです。日本の女の子はだいたいプリクラかプリって言います。どの日本のゲームセンターにも大体は置いてあるので、みんなよかったら撮ってみてください。こんな絵の感じみたいに目がキラキラになったりして面白いので、プリ取って屋台で買ったたこ焼きとか綿菓子とかを食べながら花火見るのが定番でした。でね、花火大会はもう学生だけじゃなくって、もう大学生、社会人もみんな楽しく過ごすイベントですね。もうまさに日本の夏休みの象徴って感じです。でもあとこのお盆の時期には、家族で旅行に行ったり、親戚で集まってバーベキューしたりもしてました。どこの家庭も多分そんな過ごし方が多いと思います。あとね、花火。花火は夏祭りで見る、打ち上げ花火とは違って、お家でできる花火もあって、それ手持ち花火って言うんだけど、それも、日本では夏の間だけ、夏休みの間だけ、スーパーとかでね、売ってるんだけど、それを買ってしてました。そう、そんな感じで花火もすごく楽しみでしたね。すごく楽しんでやってました。そう、だから、それがすごい夏の風物詩みたいなイメージですね。はい、という感じで、日本の学生の夏休みは、宿題はキャパいけど、エモい思い出がたくさんできる時期です。みんなの国の夏休みは、どんな感じですか？ぜひコメントで教えてください。はい、ここまで見てくれてありがとうございます。またね、この動画のリクエストとかあったらコメントしてください。はい。ではまた次の動画で会いましょう。またね。それでは最後に今日のポイント単語をおさらいするよ。今日出てきたのは、マジ、エモい、盛る、リア充、キャパイ、えぐい、やばい、ガチ、スキピです。この中からキティが3つピックアップして詳しく説明するね。エモい。感情を強く揺さぶられる感じ。心にグッとくる感情を表す。由来は定かではないけど、英単語のエモーショナルから来ているそう。例文。昔のプリが出てきてエモかった。めっちゃエモい喫茶店見つけた。キャパイ。自分の許容範囲を超えている。手に負えないことを表す。もともと日本語では overcapacity のことをキャパオーバーって和製英語で言ってたんだけど、それが短くなって若者スラングとしてキャパイって言うようになったことが由来です。例文。試験範囲広すぎてキャパイ。明日からバイト5連勤なんだけど、マジキャパイ。スキピ。恋人、片思いの相手、推しなど好きな人や物を指す言葉。好きとピープルを合体させて短くした言葉。例文。スキピから連絡来たの超嬉しい。明日スキピとデート行く。以上、今日の解説はこれで終わりです。みんなもいっぱい使ってみてね。